今回は、デンジが恋した爆弾少女こと、ロシアからの刺客、レゼについて解説していきます。この動画の内容は第1部の最終話までのネタバレを含みます。レゼがメインになる話、通称レゼ編は、素晴らしい完成度なので、まずはネタバレなしで読むことをお勧めします。まずはレゼのプロフィールから見ていきましょう。年齢はおそらくデンジとほぼ同じ、15歳から17歳。身長はデンジより少し低く、160センチ以上はありそうです。体格は華奢でスレンダーな美少女です。レゼは二道というカフェでバイトしていますが、それは仮の姿です。レゼはソ連が身寄りのない子供を集め、人体実験をして作り出した、国家に尽くすための戦士、モルモットの一員で、デンジの心臓を狙って意図的に接触してきた、ソ連の工作員として登場します。レゼには、ソ連から受けた人体実験の成果と言える特徴がありますが、それはまた後ほどご紹介します。レゼとデンジは雨が降る中、電話ボックスの中で出会いました。すでに中にいたデンジの顔を見て、死んだうちの犬に似てる、と唐突に泣き出すレゼを慰めようとして、デンジは花を吐き出して渡します。それを受け取ったレゼの顔を見て、デンジは一目で恋に落ちました。その後、お花のお礼と称して、バイト先のカフェ二道に誘われたデンジは、レゼよりも早くカフェに到着します。そんなデンジの下心を見透かしているのか、ふーんと意味ありげに微笑み、コーヒーをご馳走し、デンジの隣に座り込みます。デンジの名前をたくさん口にして、極めつけには、デンジ君みたいな面白い人初めて、と笑いかけます。デンジは、確定で俺のこと好きじゃん、と心の中で叫び、最愛のマキマに助けを求めますが、すでに落ちているように見えます。マキマ、パワー、姫の先輩と、一癖も二癖もある女性キャラばかりのチェンソーマンの中で、一見普通そうで、人懐っこいレゼに、デンジ同様、ぐらっと来た読者も多いのではないでしょうか。デンジはマキマとレゼの間で揺れに揺れ、下着姿の妄想をする少年漫画展開に、皆さんならどちらを選びますか？よかったらコメント欄でレゼ派かマキマ派か教えてください。レゼのバイト先に1週間通い詰めて仲良くなったデンジは、レゼとなら学校行きたかったかなと話し、二人で夜の学校探検をすることになります。夜の学校では、学校に通ったことのないデンジに対して、レゼが黒板に問題を書いたり、英単語を教えたり、夜のプールで泳ぎ方を教えたりします。夜のプールでレゼが下着も全部脱いで、デンジ君の知らないこと、できないこと、私が全部教えてあげる、と語りかけるシーンはかなりのインパクトでした。教室ではデンジが小学校に通ってないことを、なんかダメじゃない。16歳ってまだ全然子供で、普通は受験勉強したり、部活頑張って、友達と遊びに行って、それなのに、デンジ君は悪魔を殺したり、殺されそうになったり、今いる公安っていう場所は、本当にいい場所なの、と心配するレゼですが、これは実は、デンジだけに向けての言葉ではありません。レゼはデンジと同様に国の管理下に置かれ、実験と任務だけの生活を送っている、モルモットと呼ばれる実験体の生き残りでした。そのため、夜の学校探検デート中に、デンジと自分を重ね合わせていたのではないでしょうか。学校の中でトイレのためにデンジと離れたレゼは、デンジの心臓を狙う別の刺客に襲われますが、その武器を持った大男を素手で返り討ちにします。その際、レゼはロシア語の歌を歌いながら絞め殺していました。これはレゼがロシアからの刺客であることを読者に明示するシーンですが、この歌が一体どういう意味なのか、翻訳して歌詞の意味を調べてみました。今日はジェーンとのデートの日だ。朝は一緒に教会に行き、カフェでコーヒーを飲みながらオムレツを食べよう。公園で散歩をした後、水族館に行って最愛のジェーンとイルカとペンギンを見よう。ランチの後は一休みして、今朝何をしたのかを思い出せるまで語り合おう。きっと思い出さないだろう。そして夜は教会で眠りにつこう。歌詞の中では、何度も教会に行ったり、朝のことを忘れたりしているのが少し不可解ですが、パッと見は普通の恋愛の歌です。ただ、朝と夜に教会に行っていることから、生まれてから死ぬまでを歌っていると解釈することもできます。最愛の女性、ジェーンと出会い、そして二人で何気ない生活を重ねながら死んでいく。そんな美しくも悲しい歌のようにも思えます。ロシアの実験体として生まれ、そのための生活だけを送っていたレゼは、こうした思い出せないような平凡な日々を、好きな人と重ねていく人生を送りたかったから、憧れを込めて歌ったのではないでしょうか。
デンジに都会と田舎のネズミの話をした時も、レゼは田舎のネズミになりたがっていたので、本当はソ連から逃げ、平穏に暮らしたいという願望があったのだと考察できます。学校デートに続いて、レゼとデンジはお祭りに出かけます。そこではリンゴ飴を食べたり、輪投げで遊んだりして、デートを満喫していました。その後、カフェのマスターに教えてもらったマル秘スポットで、レゼは一度学校で口にしたデンジの状況に再度疑問を投げかけます。そして仕事辞めて、私と一緒に逃げない。私がデンジ君を幸せにしてあげる。一生守ってあげる。とデンジを誘います。その理由を聞かれたレゼは、だって私、デンジ君が好きだから、と答え、デンジも好き、と答えますが、仕事が認められてきて楽しくなってきたから、このまま仕事を続けながら会いたい、と答えます。その答えに対してレゼは、私の他に好きな人いるでしょ、と言い、花火が上がる中でキスをします。ここのキスシーンの美しさは、チェンソーマン作中でもトップクラスでしょう。しかし、ここでストーリーは急展開を迎えます。なんとレゼがキスをしながらデンジの舌を噛み切ったのです。するとデンジはとっさにスターターグリップを引こうとしますが、そんなデンジの手と喉をレゼは切り裂きました。その後、もう一度デンジにキスをして、デンジ君の心臓もらうねと本当の目的を口にします。そこに、デンジと仮バディを組んでいたビームが助けに入り、あいつ、ボムだ。とレゼの正体を伝えました。ビームは公安に所属する前に、ボムと接触したことがあったようです。そしてレゼは、首のチョーカーについている安全ピンを抜き、頭が、デンジやサムライソードのような、武器人間の姿に変身し、戦闘が始まります。このように、デンジがレゼの誘いを断ったことで始まった戦いですが、当初のレゼは、デンジを殺して心臓を持っていくという計画ではなかったと思われます。他に好きな人がいるでしょ、というシーンでのデンジの答えは、レゼを二重に拒否しています。一つ目は、自分の他に好きな女性がいること。二つ目は、田舎のネズミになりたがっているレゼに対して、都会のネズミを選んだこと。この二つです。レゼは、デンジがマキマのことを好きだったと知ると、なら一緒に逃げても無駄だったか、と言っていることから、仕事辞めて私と一緒に逃げない。という逃亡の誘いを、少しは実行するつもりがあったのでしょう。レゼはソ連の兵士として意図的に作られた存在です。生身で大柄な男を絞め殺し、デンジの舌を噛み切り、首と腕を即座に切り落とすことで、助けを呼ぶことを妨害し、変身もさせず無力化する。冷静な判断力があります。デンジが胸のスターターグリップを引くと、チェンソーの悪魔に変身するのと同じく、レゼは、チョーカーについている安全ピンを抜くと、頭部が爆発して自由落下爆弾に刃がついた。爆弾の悪魔の姿に変身します。ボムの存在を感知したビームが、銃の悪魔の仲間と言っていることから、デンジの元に現れる前のビームが、レゼと融合する前の爆弾の悪魔や、銃の悪魔と戦っていた可能性は高いです。ボムの姿になったレゼの戦闘能力は凄まじく、対マニカの訓練場に乗り込み、中にいるデビルハンターを軒並み蹂躙するほどです。デンジは何度もボムに負けて、体がボロボロになっていました。さらに、暴力の魔人のマジ蹴りを食らっても無傷でした。戦いの最中には敵であるデンジに対して、私たちの戦い方を教えてあげると言えるほど、余裕があります。ちなみにこのシーンでボムはパンツを履いていますが、タイマニカと戦っていた時はノーパンでした。ボムは爆弾の悪魔の名前の通り、様々な爆発に関する能力を持っています。手のひらで掴んだ箇所をゼロ距離で爆発する近距離爆撃や、指パッチンによる遠距離爆撃、他にも指や頭などを切り離し手榴弾に変化させたり、足や腕などの体の一部を弾頭に変換した、高火力、広範囲の爆撃も見せています。さらに爆発の衝撃で空を飛び、高速移動することも可能です。デンジと比べると能力の応用に長けています。ボムの能力は僕のヒーローアカデミアの爆豪華付きと似ています。また、レゼ、台風の悪魔、VS、デンジ、ビームの戦いは、シャークネイドという映画のオマージュとして話題になりました。このように体術も能力の使い方も強いレゼですが、弱点もあります。それは水中で爆発できないことです。そんな弱点に気づいたデンジは、レゼにチェーンを巻きつけ、海に飛び込みます。海底に沈んだ二人を描写するコマの間に、プールで遊ぶ二人の様子が挟まるのは、なんともエモい演出です。その後、
浜に上がったデンジはレゼを蘇生させますが、蘇ったレゼはデンジに対して、全部演技で嘘だったと言い、時間をかけすぎて失敗したから一人で逃げると話して、その場を立ち去ろうとします。デンジは一人で逃げようとするレゼに、一緒に逃げねえ、と提案しますが、レゼはデンジの首の骨を折り、再度その場を立ち去ります。そんなレゼに対してデンジは、あのカフェで待ってる、と叫び、二人の戦闘は終わりを迎えました。デンジに一緒に逃げようと提案されたレゼですが、最初は東北方面へ一人で逃げるため、新幹線に乗ろうとしていました。ですが、デンジと出会った時に渡された花と同じ種類の花を駅前で渡されたことで、気持ちが変わり、変装を解いてデンジの待つカフェ、二道へと移動します。カフェ二道に近づくにつれ、レゼの方の赤みが現れて、デンジと遊んでいた時のような表情に変わっていく表現が印象的です。こうしてカフェまであと少しというところまでたどり着くのですが、突然、レゼの元にネズミの大群が現れます。すると、ネズミの大群の中から、デンジの上司であるマキマが現れ、私も田舎のネズミが好き、と話しかけられます。田舎のネズミと都会のネズミは、デンジとレゼが学校デートの際にしていた話ですが、このマキマのセリフによって、マキマが小動物を使って、二人の会話を盗聴していたことがわかります。デンジのいつものカフェで待ってるという言葉を、浜辺の虫やヤドカリで聞いていたため、待ち伏せていたのでしょう。ここで即座にピンを引き抜こうとしたレゼですが、その腕は天使の悪魔の武器によって切り落とされて、胸を槍で貫かれてしまいます。残った腕でピンを引き抜こうとするレゼでしたが、それをマキマが優しく邪魔して、レゼはデンジの後ろ姿を眺めながら死んでしまいます。そんな事態に気づかないデンジは、レゼのために花束を用意してカフェ二道で待ち続けますが、レゼがマキマに殺されてしまったために、その恋は終わりを告げました。そんな昇進したデンジの元にパワーが現れ、デンジの持つ花をわしに差し出せ、とはしゃぎます。するとデンジは花を食べ始め、悲しい湿っぽい空気をぶち壊して、レゼ編は幕を閉じました。もしレゼがマキマに殺されず、カフェについていたら、デンジとレゼは結ばれて一緒に逃亡生活を送っていたと考察されます。その理由は、レゼとデンジ、そしてカフェという構図が、二人のティータイムという恋愛小説に似ていて、おそらくこの話をオマージュしたと考えられるからです。二人のティータイムに出てくる主人公の名前はジェーンで、これはレゼ編の第43話のタイトル。そしてレゼが歌っていた歌に出てくる女性の名前と同じです。二人のティータイムは、カフェで出会った二人が次第に惹かれ合い、最後は出会ったカフェで結ばれるごく普通の恋愛小説です。レゼとデンジはカフェで仲良くなり、最後の待ち合わせ場所も出会ったカフェに設定していました。もしレゼがマキマに捕まることなくカフェにたどり着いていたら、二人のティータイムのように結ばれていたのではないかと、どうしても考えてしまいます。しかし、仮に結ばれていたとしても、マキマの手で二人とも殺されていたでしょう。レゼ編は、人狼、という、押井守監督のアニメ映画を参考にしていると、作者の藤本達樹先生が明かしています。人狼は、治安部隊の青年が、反政府ゲリラだった女性、ケイと出会い、恋をするものの、実はその女性は、公安が治安部隊を排除しようと、主人公に仕掛けたハニートラップで、という内容の映画です。チェンソーの悪魔の心臓を持つ日本のデビルハンターのデンジと、ロシアの工作員であるレゼが、任務で接触し、ハニートラップを仕掛けてきたという設定がよく似ていますね。元ネタである人狼のケイは、最初は命令で主人公に接触していましたが、次第に主人公を本気で好きになり、レゼと同じように逃亡を提案していました。気になる方はぜひ人狼をチェックしてみてください。この作品が元ネタになっていることを考えると、本当にレゼはデンジのことを好きになっていて、真剣に自分と逃げようと提案していたのではないかと考察できます。浜辺で時間をかけすぎたと言っていたのは、幾度と会ったデンジを殺す機会を見逃し、何度も会う中で本当に好きになってしまった、ということを示しているのではないでしょうか。レゼはマキマと天使の悪魔によって殺されますが、第1部の終盤でマキマの手先となった状態で現れます。武器人間たちはデンジと同様、血を与えられ悪魔化のアクションをすると復活します。おそらくレゼの存在はマキマの作戦に必要だったので、回収され支配されたのでしょう。
美しく退場したレゼがマキマの手先になって再登場したのは、読者には最悪の結末でした。こうして第1部の終盤で再登場したレゼですが、複数人の武器人間たちの一人として、チェーンソーマンと戦っただけで目立った活躍はありませんでした。このことから第2部でレゼが出てくる可能性はかなり低いと考えられます。このように作中でも屈指の人気を誇るレゼ編ですが、アニメ、映画で綺麗にまとめてくれると予想しています。以上、レゼについての解説でした。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのお気に入りの場面や気に入ったセリフはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではチェーンソーマンについて考察や解説をしています。チェーンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。